今回なんですけど、一つ技を教えていただけるということで、今日は何をご披露いただけますでしょうか。そうですね。今日は、自分の、ベースとなっている、飛び込み面といいますか、遠間からの、面打ちの方を、紹介させていただきたいなと思います。ありがとうございます。じゃあ、申し訳ないんですけど、一度実演というか、やってみていただけますか。はい。松崎選手といえば、やっぱり全日本選手権での遠間からの飛び込み面が皆さんすごくイメージにあると思うんですけれども、ああいった遠間からの打ちっていうのはいつ頃からできるようになるんですか？そうですね。大学入ってから、鍋山先生からも、飛距離を出すようにはずっと言われてて、で、練習でも、できるだけ遠くからっていう風な、意識でずっと練習はしてました。はい。意識的にじゃあ遠間からっていうのはやられてたと。なるほど。それで、遠間から打つときに具体的になんか意識してることとかってなんかポイントとしてもしあれば。はい。はい。まずは足なんですけど、どうしよう。ここで、攻め始めるんですけど、左足を、最後、右足からもちろん出ていって、このまま、こう落とすっていうよりは、最後に右足が踏み込む直前で、左足を、しっかり、左足で右足を押し出して、面に到達させるっていう風な意識ですね。だから、ここから、このまま行くとここで落ちてしまうんですけど、最後の落ちる直前に左足で右足を送って、体を出すという風なイメージでやってます。はい、で、上半身に関しては、あんまり腕っていうか、手先で届かせようっていう風にするよりは、肩だったり、肩甲骨、背中の方からしっかり前に、乗せて打つイメージを、持ってやってます。なるほど。やっぱりそういった送り出し方をすると飛距離も出るし、今足のつきがすごいことだろうと思ったんですけど、やはり足のつきも強くなったりっていう。そうですね。やっぱ重心移動がすごくスムーズにできるようになると思います。その時左足のかかとってあまり上げないように意識とかってされていや、普段多分自分は結構上げてる方なので、はい。よく注意されるんですけど、逆に、はい。上げすぎっていうぐらい結構上がってることが試合の時は多いですね。はい。ひかがみは何か意識とかありますか？ひかがみも、結構自分曲がってるっていうか、今は、形とかは別として、ある程度曲がっている方が、面に起こりをできるだけなくして、スムーズに、面打ちに入れるのかなっていうふうには思っていて、はい。なので、ちょっと曲がっている状態でいってる感じです。はい。そうですね。そこで張りすぎると、このまま飛距離出すのは、出鼻を打つような、短い距離の面だったら打てるんですけど、ひかがみを伸ばした状態で、距離を出すのはなかなか難しいので、その前には絶対ひかがみがある程度曲がって、ここで屈伸っていうか、運動が絶対必要となってくるとは思うので、ある程度っていうか、必要最低限曲がった状態で、いつでも飛べる準備を作っておくっていう風な感じです。はい。打つ前にちょっと、起こりが分かりやすい人ってちょっと沈んだりとかってあると思うんですけど、
松崎選手はそこの怒りを見せないためになんか。そうですね。できるだけやっぱり、怒りっていうのはどうしても誰にでも絶対あるとは思うんですけど、それをできるだけ相手に悟られないように、するのがポイントかなと思ってて、打つ前にここがこう沈むのが、これが怒りになってしまうんだったら、もう最初にある程度いけるっていう状態を、作ったのをキープした状態で面にいければ、そっちの方が相手からすると分かりにくいのかなというふうに思います。なるほど。常に作っている状態を。はい。なるほど。ありがとうございます。ちなみに打つ機会っていう意味では、遠間から結構思い切って打たれることもあると思うんですけども、どういった相手の時にああいったその捨て身と言えばいいですかね、思い切った面っていうのは打たれてるとかってありますか、パターン。そうですね、感覚的なところも正直ありますし、やっぱやり合ってて、今のはいけるなっていう風な感じの直感に任せることも実際あるんですけど、そうですね、自分のやっぱり右足で星子選手に聞きたいんですけど、この松崎選手のこういった面っていうのは受け手からするとどういうふうに感じますか。そうですね、やっぱりでもお互いに松崎と構えてやらない限りは、簡単に見えてしまったり、ただ遠くから打ってんじゃないかなっていうふうに感じると思うんですけど、やっぱ実際やってみると本当に自分がなんていうんですかね、気が抜けたじゃないですけど、本当に作られて打たれてるっていうイメージなんで、完璧に打たれたなっていう感覚なので、気づいた時に、イメージ的に言ったら本当に気づいた時には竹刀がここに来るっていうイメージなんで、そこまで多分繊細に入って繊細に作って打ってるんだなっていうふうに感じます。じゃあもう気づいた時にはここにあるから、もう返し技とかも打てるようなタイミングじゃないっていう感じですかね、感覚的に。そうですね、大体こうのけぞる瞬間に、私はあんまりのけぞる瞬間にこう打たれるような瞬間は少ない方なんですけど、松崎には、逆にこう自分がちょっと煮詰まった状態とかで悩んでどうしようって思って前に行く時にボコーンってここで先に打たれるっていうことの方が私は多いので、逆に本当に出後手のタイミングだなって思って出後手打っても当たんなかったり逆に面に上がったりっていうこともあるので、やっぱそこまでなんていうんですか、熟練されたっていうか本当にすごい技なんだなって思います。素晴らしい。光栄です。星子先生にそんな褒めていただけるのはなかなかないので、はい。ありがとうございました。